ているんじゃないかなと思って期待しています。はい。
父はもう亡くなっていました。息絶えてました。とても残念だったんですけれども、でその時に看護師の方がですね、僕に今ちょうど息引き取ったところですと。でも何分間はまだ聞いてますから、ぜひ話しかけてくださいって言われたんです。でその時に僕は、父に対していろんなことを話しました。でいろんなことって言っても、一番は感謝ですね。今まで僕が、小さい頃から今まで、父にしてもらったことを感謝しました。その時に中学生の時にアマチュア無線を始めて、で高校生と学生時代にアマチュア無線をやって、アマチュア無線を当時やった時は主に海外との QSO を楽しんでました。 DXQSO ですね。 SSB での DXQSO が多かったんですけれども、自宅にはヤギアンテナ立てていただいて、父に。でまた無線機は、トリオの現在のケンウッドの TS820V っていう、16機ですけれども、当時としては結構高級機だったと思いますけれども、820を買ってもらって、それでちょうど太陽光点数が高い時で、10W でも全然普通に海外との DXQSO ができました。そういうこともあって、中学生高校生の時は、
別にそれが、父に対しての何か供養になるとか、別にそういうことを思ったわけではなくて、せっかく父に与えてもらった機会をその時だけっていうことではなく、じゃあこれからもやってみようと、せっかくそういう父に作ってもらった機会を生かしていきたいっていうふうに、思ったわけです。そんなこんなで、その年の、なんだろう、その年の夏ぐらいかな、 YouTube を見始めて、復活しようと思ってもすぐにパタパタってやったわけではなくて、いろいろ父が亡くなったことでいろいろ忙しかったこともあり、またちょっとその時に仕事、在宅で仕事をしててちょっと忙しかったこともあり、夏から秋にかけてかな、YouTube 見てて今のアマチュア無線業界ってどうなんだろうと思って、見てました。でその時に今はなんか無線局数がそもそも少ないんだなって思いました。やっぱり少ないんだ、減ってるんだ。なんか YouTube 見るとめっちゃ減ってると思ったんですね。めっちゃ減ってるっていうこともあるし、あとなんか FT8 っていうなんかよくわかんない、なんかパソコンで、パソコン使って通信するっていうのがなんかあるんだっていうこととか、あとはパークソンビエアとか、ソタとか、そういうなんか山とか公園とか、そこで移動運用することによる何かゲームっぽいのがあるんだなっていうのを YouTube で見てました。でその後、最初のリグは、IC705、アイコムの IC705 を買って、何にしようかなと思ってたんですけども、なんかいろいろ初め FT991M とかAM とかいろいろ検討してたんですけども、なんか QRP で DX できる動画を見た時にめちゃ感動して、いや QRP で 5W で海外とできるんだみたいなね、昔は 10W でやってたから別にそんなに驚くことでもないかもしれませんけれども、でも QRP で DX とできるって面白いなと思ったんで、QRP だったら別に991じゃなくていいかと思って、705にしました。 IC705 に。非常にエントリーモデルっていうか初心者にはぴったりの無線機だと思います。FT8 も簡単にできるし、430メガまで、430まで出られるんで、非常にコンパクトで多バンドで多モードで、使い勝手がいいので、なおかつ画面にねウォーターフォールで、ウォーターフォールも昔なかったので、それもちょっと興味あったんで705にしました。良かったと思います。705にして、始めたんですけども、それで自宅ではグランドプレーン、短縮のグランドプレーン使ってたんですが、なかなか飛ばなくてですね、やっぱりダメだなと思って、外じゃないとダメなのかなと思って、そのポターをやってみようと思って、カムバックして1ヶ月もしないうちに多分ポターを始めましたね。12月に1回か2回したような気がします。2021年。やべ、狭
んですけども、なので実際は2022年からなんかいろいろアクトし始めたっていうところですね。それから2年間は、ポターがメインで、つまり移動運用がメインで、やってきてまして、途中神奈川県の川崎の方に、行ったり仕事で行ったり、今は会津ですけれども、家は基本は仙台にあって、週末仙台に戻ったりしています。今仕事で会津に来てますけれども、もうちょっとしばらく会津にいるかなっていう感じですね。その間はポターをやって、たまに今日みたいに、ソタサミットオンディエア、山の移動運用ですね、それを楽しんでいきたいなというふうに思っています。そういったいきさつで、僕はアマチュア無線にカムバックしたっていう話です。はい。なかなかこういう話はあまりどなたも興味ないかと思うんですけども、先々、僕の子供が、この YouTube を見たときに、お父さんはこの時期に無線始めたのはこういう理由なのねっていうふうに、見てくれる程度でいいかなって、記録のために残しておきました。僕は皆さんにとってはどうでもいい話だと思うんですけど、ごめんなさい、ご覧いただいている方、あまり有益な話じゃなくて、そういうようなことで僕は、アマチュア無線2021年末に再開カムバックして、今に至っています。今は2024年、3月9日です。明るくなってきましたけれども、空は曇ってはいるものの、雪はやみましたね。天気は荒れてないし、やっぱり今は中通りの方にいます。福島県の中通りの方ですね。福島県は、浜通り、中通り、あとは会津地域っていう新潟に近い方で分かれてて、それぞれ天気が違いますね。僕が今住んでいる会津は一番雪が濃いところで、この中通りはそれほどでもなく、で今から行く浜通りの方はもうほとんど、この間も行きましたけど雪がないですね。少ししかないです。あったかいです。特に福島県南のいわきはめっちゃあったかいですね。天気はよくてあったかいし、雪少ないしって、福島県の中でも全然天気が違うっていうところですね。そうそう、もう一つ、ついでに話すると、今プリウスに乗ってるんですけども、ついこの間までは別な小さいコンパクトカー乗ってたんですが、ちょうどですね、実家の方でこのプリウス、弟が乗ってたんですが、弟がいらないって言うんで、これはもう手放すって言った時に、僕の母が手放すらしいけど、そのプリウス乗ってくんないって母から僕に依頼されました。なんでかっていうと、父が生前母と一緒に日本中いろいろこのプリウスで旅行したそうなんです。その後途中で、弟が乗り始めたので、僕からすると弟がメインで乗ってるイメージがあったんですけども、母からするとどちらかというと、新車で買った後、父と一緒に、日本中いろんなところに、仕事もしてないわけだったので、旅行に行ってっ
で、その思い出がある車なんで、父も車好きだったし、その車が好きの父が、乗ってたから、なんか残しておきたいって母が思ったらしいんで、僕がその小さいコンパクトカーは、実家の方に置いて、代わりにこのプリウスとチェンジしてですね、プリウスに乗ってるということです。言ってみれば形見っていうことではないと思うんですけど、ただ父と母がよくこの車で、日本全国、移動したっていうような、多少思い出が、僕は知らないですけども、母からすれば思い出が詰まった車っていうことですね。なんで僕からすると形見の一つだと思って、乗ってます。そういういきさつで今このプリウスに乗ってまして、先日、宮城ナンバーだったものを、ナンバー変更して、YouTube や X か旧 Twitter、現 X で投稿したんですけれども、ナンバーを変更したんですね。アイスナンバーに、ナンバーは599599にしました。ちょっとつける599にするまではいいな、599いいなと思ったんですけど、いざつけてみてこうやって街が走るとちょっと恥ずかしいなと思って、恥ずかしいとも ほとんどの人が多分意味を知らないから恥ずかしがることはないんでしょうけれどもただ知ってる人からすると、うわ599だって思われるんだろうなと思って、ちょっとそこまでしなくてもよかったかなってちょっとだけ思いましただからって他のナンバーに今から変えるかっていうと、もちろん変えはしませんけれども、ちょっとやりすぎだったかなみたいな。そんなにハマってるっちゃハマってますけど、そんなに、一生懸命にやってるわけではない
るか、誰がどう打ってるかがわからないんですよ。でその時に若干送信周波数を変えて音を変えたりとか、あるいはタイミングをずらすとか、そういうテクニカルなことで撮ってもらえることってあるわけですね。まあ撮ってもらうっていうか、僕の場合はどっちか言ったアクティベーターなので、それで撮ることがあります。ちょっと音が他の人よりもちょっとだいぶっていうか、音が違うから目立つわけですね。目立つから撮りやすいし、あとはブワーっとこうパイルアップになった後でその後ヒュッとこう、コールサインを叩いていただいている方の方が目立って、一回パイルが静まった時にパッとこう間髪入れずですね、コールサイン打たれる方いらっしゃるんですよ。やっぱりそういう方の方が取りやすいですよね。みんなと同じタイミングで打鍵が始まり、みんなと同じタイミングで打鍵が終わるよりもちょっとずれて打たれていらっしゃる方が気づくっていうか、コールサイン取れる場合の方が取れることがあるんですね。なのでそういうこう技術的なっていうかテクニカル的なところの差も CW だとあるので、単純に、出力とかアンテナ設備、の違いではない。まあもちろん FT8 もまあいろいろそういうテクニカルなことがあるのかどうか、実はそこまではよく分かってないで、あんまりしてない、今はもうしてないんですけども、少ししか。それよりもそういうふうにこう CW の方が明らかに違うっていうか、みんな同じ周波数で読んでこないし当然ですけれども、同じ周波数で読んでこないっていうことは聞いてるこちらにとっては音が違うわけですね。みんな音が違うわけですね。オンフレケンシーで、僕の送信する周波数ぴったりで、送信してくるっていうのは多分少ないと思うので、みんな違うわけですね。そういうなんていうのかな、楽器ではなんかその音階が違う、なんだろう、そういうのが違うので、面白いなっていうふうに思ってます。楽器って言えばなんかモールスの音って時々寝る前に聞いたりもするとなんか眠くなるんですよねモールス聞いてるとまあ、眠い時に聞くからそもそも眠いから、眠い中で聞いてるから眠いのか、モールスだから眠いのかがちょっとはっきりしませんけれども、僕の弟は言ってましたね。ASMR みたいだとかって、言ってましたけど、まあ全く知らない人からすればそういうふうに思うほど、まあ聞き心地のいい、まあノイズまみれだったらそうではないんでしょうけど、まあクリアな音で、モールス音だけ聞こえている状況だと、まあとても聞き心地のいい音なんじゃないかなっていうふうに思ってます。まあ僕からするとなんか楽器を奏でてるような、ちょっとそれは言い過ぎかもしれませんけれども、そういうようなこうイメージを持ってます。まあそうこうするうちに浜通りじゃなくて中通り、今国道4号線ですけども、国道4号線を通って、これから浜通りの方に向かうところですが、ここまで来ると青空が見えてきましたね。日が昇って日が差してきてますね、東側から。